電気で動いているんだけど、実は電気は特定のルートだけを流れるようになってて、そのことがすごく大事だっていうことと、その特定ルートは随分要求が多いっていうお話でした。前回は特にこの心棒の部分の話でしたよね。で、心棒を流れた電流が電気のくせにそのまま流れていかないで一旦一箇所に集まるのはなぜなのか。それはこの一箇所だけ残して他のところは電気を通さないようにお母さんのお腹の中で作られたんですよ。それでそれって我々が生まれる前に起こることですよっていうことをお話ししました。そうなるように遺伝子にプログラムが書かれてるってことでしたよね。そうです。その電気が集まってくるところが房室結節っていう名前で、それに続く必足っていうのが心房と心室、心房と心室を電気的につなぐ唯一の通り道です。で、その必足の選びがどれぐらい厳密なものかっていうことをお話ししておきますね。で、心房と心室が接してる面って成人だと心臓の弁も込みで、この手のひらの指以外の手のひらぐらいです。で、組織変化が起こらずに、残ってる筆足の直径ってなんと 2,3 ミリ、マッチ棒や爪楊枝の 1,2 本分なんですね。で、もちろん場所もほぼ一定してます。その筆足1箇所を除いてこの手のひらの全部が絶縁されるんですね。まさにピンポイントの選びですね。でしょう。で、一般論だけどこんな厳密な条件クリアするためにはすっごく手の込んだ対策が必要ですよね。ただ1箇所だけこんなピンポイントで残せなんていうめんどくさい要求を実現するプログラム、誰も何にも手出しもしないのにできちゃう可能性ってあると思います？偶然なんて考えにくいって誰でも思うと思うんですよね。じゃあ逆にそういうプログラムは徐々に完成したっていう可能性ならあると思いますか？だってそんなややこしいものを突然ポンなんて出現しなくないですか？そう普通思いますよね。だけどそういう手の込んだ戦略、もう時間かけてちょっとずつバージョンアップしてきたんじゃないのって、そうじゃなきゃ無理でしょって思うのが常識な考えです。だけどもしそうやって時間かけて良くなってきたんだったら、でついに完成したんだったら、完成する前ってどういう状態だったのかって考えてみてほしいんです。でその段階って電気の通り道があっちにもこっちにもある状態ですから、もう致命的な不整脈、この間見たような心室細動みたいなものがバンバン起きちゃって、そんな段階の生き物もうバッタバタいっちゃって、繁殖なんてもう夢のまた夢、もうバージョンアップどころじゃない、もうちょっとずつ良くなるなんてもう嘘くさすぎなんですよね。そうか、最初から完成品だったんじゃなきゃおかしいですよね。そうなのよ。だけど普通そんなことありえるのかっていうことです。でどう考えたって普通じゃない、自然現象で説明つかないことは実際私たちに起きてるんです。しかも普通じゃないのはこれだけじゃないんだわ。他にもあるんですか？いっぱいあるよ。じゃあその話しましょう。まず心房と心室つなぐ唯一の通り道の筆足を通ってメインの心室に電気が届きました。でその後電気はプルキン塩繊維を流れるんだけど、なんでそこを流れるかっていうと、それはこの間答えてくれたようにそこが一番早いからです。でもどれぐらい早いと思う？心臓の一番のメインの部屋の左心室ってげんこつ1個分ぐらいの大きさだけど、他の3つの部屋も似たようなもんで、正常な心房、心室よりちょっとちっちゃいけども、それぞれげんこつぐらいなんですね。じゃあまず心房全体に電気が流れるどれぐらいかかるって知ってる？全然わかんないけど1秒とか？ブブー、もう断然早くてね、 0.03 秒から 0.04 秒って言われてます。じゃあ心室のプルキン塩繊維のはどれぐらいかかるでしょうか？じゃあ 0.1 秒。残念。これも 0.03 秒って言われてます。だけどプルキン塩繊維って心筋細胞一個一個に届いてるわけじゃなくって、あとは水面を広がるもう波みたいに心筋細胞から心筋細胞へと電気が伝わっていくんだけど、それにあともう 0.03 秒かかると言われてるので、心室全体だと 0.06 秒ってところかな。なんかつまんなそうで、じゃあね 0.03 秒とか 0.04 秒とか言いましたけど、言うの簡単だけど、これってストップウォッチカチカチって押したら出せそう？無理です。めっちゃ早いでしょ。こんなタイムもまぐれでもなかなか出ないと思うんですよね。もう電気だけってまさに電光石火なんだけども、このプルキン塩繊維っていつからこんな早いと思う？そんなこと考えたことないので全然わかりません。普通は考えない気がする。だけど一番最初にお話しした心臓の超ド級の仕事を覚えてる？一
1分間に5リットル、ペットボトルでいうと1分で10本、1日だと1万5000本分も血液を送るっていう話ですよね。覚えてます。そうそう、それで、しかも最大運動時がその5倍になるんでしたよね。でそんなすごい仕事ができる、最大の要因の一つが心筋細胞が同時に収縮することなんですっていうお話をしたと思うんですね。でそうするとね、いや今のところね電気が伝わるのに2秒かかるんですよなんてのんびりした話だと、心臓はある部分は今電気が来たので収縮する。でもその先はまだ電気が来てないので待ってる。でそのまた先はさっき来たところなのでまだ収縮したばっかりなんてことになっちゃって、ボニョーンなんていう動きになっちゃうともう全然ダメでしょ。もう体の必要を満たせないんです、それでは。でいやこれじゃダメだな、じゃあ次の世代はじゃあ1秒にしよう、あそれでもダメか、じゃあ次は 0.6 秒なんてやってたらもう全滅ですよね。餌も取れなくて繁殖どころじゃないんです。だから今と寸分たがわないようなものだったかどうかは別として、最初から現状に匹敵するぐらい早かったんじゃないともう生き残れないんです。つまり答えは最初からですよね。なるほど、すごい。最初からめっちゃ優秀だったはずなんですね。ところで先生、このプルキンエ繊維って名前に繊維ってついてますけど、何の繊維なんですか？神経とかじゃないんですか？いいこと聞いてくれますね。それがね、これ筋肉なんです。で特殊心筋って呼ばれてます。で心筋っていうとさっきお話ししたみたいにガンガン収縮して血液を送ってもうマッチョなやつっていう印象じゃないですか。ところがね、このプルキンエ繊維って心臓の筋肉なんだけど、でもそういう収縮にはもうほとんど関与しない代わりに、もう電気を伝えることに関してはもうめっぽう早い陸上選手みたいな組織なんですよ。で考えてほしいんですけれども、この心筋も特殊心筋も元は一つの細胞だけど、お母さんのお腹の中で赤ちゃんだった私たちの心臓ができていく過程で、ある一部が特殊心筋のプルキンエ繊維になって電気の伝える役目に特化していったわけですよ。これってまずそういう青写真計画があって、それが実現するようなプログラムが遺伝子上に書かれてなかったら絶対に起こらないことじゃないですか。で最初のうちはプルキンエ繊維なんてなかったんですよね。だけどそれじゃ時間かかりすぎてやばいんで、何万年後はプルキンエ繊維ができるプログラムに進化したんですなんて、話だったわけがないですよね。最初からプルキン繊維はあった。しかも最初から優秀だった。最初からそのようにプログラムされていたと考えざるを得ないんです。でそしてこんなの誰も何も手を加えないのに起こることじゃないですよね。私たちが地球上で生きていけるようにしてくれた方がおられるんじゃないかということを示しているんです。今回はここまでにしたいと思います。この続きは次回お楽しみに。この動画でお話ししたことは、どこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。